こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。ちょうど1年前に、ここ小梅園さんで購入した獅子頭もみじになります。1年経って一度その後に芽吹いた、葉っぱが紅葉して落葉して一冬を越えて今この状態で、またもうすぐ春がやってくるというタイミングで今年の新しい新芽がまたこんな風に芽吹いてきてます。この木を購入させていただいた時にも取り木を施すのかどうかっていうのはまた園主の小光さんと相談させていただいてたんですが、今日早速ちょっとこの木を見ていただいて、どういうふうにこの木を今後作っていこうかなっていうプロの意見を聞けたらなと思って、またこの小梅園さんにやってきました。早速行ってみたいと思います。小光さん、こんにちは。はい、こんにちは。去年ここで購入させていただいた獅子頭です。元気よく芽伸びて。はい、元気そうです。ちょっと今日はこの木を、今後長年かけてどう作っていこうかなっていうところのご相談もさせてもらえたらなと思って持ってきたんですけど、まず取り木っていうのはどういうものかを説明していただけると。基本的に皮を剥くとか針金を巻くとかいくつかのやり方っていうのはあるんですけど、通常一番ポピュラーなのは環状剥皮って言って形成層を剥いてそこに土をなり水苔なりを寄せて新しい根を出させる。ここに根が欲しかったらここの皮を剥いてここに土を寄せて、1年して根っこを作る。そしてここから根が出るわけですね。でここを切り離して、新しい根にで植え替えてこのサイズだったり粘りだったりを作っていくっていうのが、でやっぱり種類によってその皮を剥いて発根する木としない木があるので、種類によっては針金をギューッと巻いてくびれさして首を絞めるような感じにしてからそこに水苔を巻いておくと根が出るとかね、種類によっては。あとはどうしても根が出ないのはここにわざと根っこ苗木を接ぎ木をして、通常枝を作る時は継いだ上を使うんですけど、その上を取っちゃって根っこをこう作る。根っこを最初からここに根を接ぎ木して取る方法とかっていくつかの方法があるんですけど、いろいろ方法があるんですね。獅子頭の場合は普通に環状剥皮っていうのを皮を剥いて土を寄せて根を出させるっていうのが一般的ですかね。取り木という方法はね、いくつかの理由があって、まずサイズを調整するための取り木、ミニの人がこう短く取るとか、小さく中品にするとか、そういった理由で取る取り木と、根元で粘りを作るためにする取り木と、粘りが目的の取り木もあるんですね。畑で作った木っていうのは早く太らすで根っこがねどうしても荒れちゃうんですね。鉢で作った木のような柔らかいこう横に張った根っていうのができないので、じゃあ粘り作るのも難しい。粘りを、作るのに取り木して柔らかく均等な根にして将来的にこう座のいい、発泡粘りの木を作るために取り木をするっていうのもその取り木をする理由の一つであって、それを使えば、一本の木でも自分の一番美味しいところを使えるというか。そうですね。でこの木の姿でもちろんこのまんまのサイズで作ってもいいし、このままで作るんであればこの辺で取って粘りを良くして、であとは逆にこういう20センチ30センチの木を作るのに、例えばこの枝が強いなと思ったらこの枝を生かすためにここで取り木をして相関気味の木を作るとかね、この辺で取り木をして立ち上がりをここにしてね、一の枝にしてとか、そういうここから根っこが出てくれれば一番いい木かなっていうのを見極めて。こっちの方がいいです。サイズ的にもこのサイズの盆栽が多いので、そうするとちょうど20センチとか25センチで出来上がり30センチぐらいの木なので、サイズとしてはいい感じですよね。うちは二度掛け法といって、ちょうどこの3月の時期に皮を剥いて取り木をかけるじゃないですか。でその後に
9月に一度それをほぐして、はい、根をもう一回切り詰めるんですよ。ああ、取り木で出た根を切り詰める。でまた同じようにかけ直しをするんですけど、なぜそれやるかっていうと、はい、獅子頭の根っていうのは他のもみじの根と比べて骨が少ないんですよ。一本伸びていった先の方じゃないと根分かれをしない性質があるので、わざとまだ下からつながってる間にね、切り戻して細かく出させて根分かれを作ってあげる、施すんですね。で次の年の3月に切った時には根がすごくたくさんの根になっているので、骨がない分根の本数が絶対数が増えるので外した時の痛みが少ない。ただ二度掛けの場合っていうのは筒でやるから、どうしてもねこの下の枝はね一旦は枯れちゃうんですよ。あ、この辺とかの枝が、ただまたブツンと切って日にさらしておくと、まあ芽また出てくるんですけど、枝としては一旦枯れちゃいます。ここから下ですね。筒に包み込まれた部分は、あまりねちょっと捨てるような感じにはなっちゃう。なるほどなるほど。まあせっかくこんだけの木なんでもったいないから、この辺で取った時には筒で持ち上げて二度掛けをして、そうですね、なるべくいい粘りを作った方が。座はここからの方がかっこいい気がします。この木は、この曲はすごくいいんで。そうだよね。はい。どこでやる作業場の中で。はい。お願いします。はい。そこで。おびつさん早速お願いします。取り木をかけた時っていうのは、これちっちゃく取る人は今年伸びた芽を剪定しちゃう人もいるんですけど、通常は剪定しないです。その年はこのままっていうことですね。で、皮をむかれちゃうので樹勢もちょっと落ちるので、そんなにびっくりするような強い枝が出ないので、1年経ってから剪定しても間に合うので。でもかける前にやっぱりね、今年の芽はねちゃんと整えておいてあげて、そこからまた芽が伸びてくれるので、これをこのまんま伸ばしちゃうとちょっとこれが太くなりすぎちゃうので、なるほど。そんなに無駄枝はねそんなにがっつり取らなくても大丈夫です。一応こう伸びた芽は剪定をして、焼け込んだところを取っといてあげると、まあ薬塗るほどではないんですけど、焼け込むっていうのはここの先端のこういう芽の残した芽のところね、こういう枝もここまで枯れてしまったのを、まあよく焼け込みっていう言い方をするんですけどね、焼けちゃうっていうかな、やっぱりそういうの体裁が悪いので、まあちょっとこうね整えておいて、取り木をする時っていうのは普通はこういうふうに整えて外へってこうやっていくんですね。立った枝も外目にしてっていうふうにね。でもこの取り木してる時は少しでも葉数は多いに越したことはないので、あまりこうがっつりと掃除はしないです。基本獅子頭っていうのは強い枝とか大きい傷を作りたくないので、遅いからですか？傷巻きをしない。傷巻きをしないから。他のもみじだったらすぐですよね。もう他のもみじはね、こういう強い枝はもう畑から上げた時点で全部丸坊主にしちゃって、柔らかい枝でふかし直して作るんですけど、それができないので、イメージとしてはごつい枝を取って立て替えるんではなく、そのごつい枝の先の枝を細かくほぐらかせて、ごつさをごまかすっていうかね。本来ヤマモミジだとここに芽があるから、これスパンと取ってこれとかこの芽にね立て替えることもできる。できますね、ヤマモミジだったら。そうするとこの骨格だけの筋を残せることができるね。それができないので、なるほど。またこれを目立たなくするためには一の枝のこの強い枝を残して使っていくと、なんとなく下から強弱のバランスがついてくるな。この木なんかでいうとそういう強さが下から強い枝が順番にあることによって上のごつさが目立たない。そういう作り方をしていかないと、なかなか獅子頭は難しいですからね。そうですね。普通のヤマモミジのように簡単じゃないですね。取り木をする時の一番肝心なのが、この傷の角度はこういうふうに取ったとしても、かけている時点の角度がこうだと根はこういうふうに出てくれないんですよね。
横なんですか。こういうふうに出ちゃうんですよね。えそうするとこれをこういうふうに起こした時にこういう根じゃなくてこういう根になっちゃうんです。なので二重鉢であればこういう角度でね、はい、整えながら。でもずっとこれでキープなんですね。これでキー角度はもプ1年間はね。で網も網だからちょっとこういうふうにできないので、ちょっとこういうふうにね。はい、で、まあ裏側なので印つけてあげるとまあ分かりやすいですね。僕は普通作業するときは印つけずに傷をつけちゃうんですけど、はい、まあ今ちょっと分かりやすくね、こうやってこの角度で取ろうと思って真横に線引くとこんな感じじゃないですか。はい、これさっき言った通り自分やるとこうなわけですよ。こうなっちゃうんですね。はい、斜めなんでこれをこの角度で、こうやってこの角度で、はい、いいですね。この角度で、はい、はい、決まったらここにうちの場合はね最初ノコ使っちゃいます。ノコなんですね。ナイフでこうやる人もいますけど、うちは最初ノコ使っちゃいます。ノコの方がねやりやすいんでね。で、軽くこの形成層を一周ですか。一周形成層が切れるぐらいの。この多分初心者だとね成形層がどこまでか、まあ軽くねこれ後でね成形し直すんでねそんなに深くやらずに本当にこう傷をつけていくぐらいの感覚、で一気にやらない方がいい、角度がちょっと変わるので作業してる時ね、はい、目安でこういうふうにやっちゃうよりも、線を引いておくとずれないです、まあ軽くこうスーッとこすってあげると形成層と木質部って硬さが違うから、はい、柔らかいところがスーッと取れちゃえばそれで OK です。その後こういう小ぶ切りでこうやって普通に形成層だけを取っていっちゃいます。で別に下はねうちは何もやらない、関係ないからですね。下は、上だけが余計なところまで削れないように目印つけてやれば、とりあえず一回こう皮をむいて、今この取れてってる部分っていうのが形成層。これが形成層ですね。よく水水っていうんですけど、この形成層で今残ってる部分が木質部っていうところですね。この幅の目安はよく通常言われるのがこの直径の倍もしくは 1.5 倍。直径の倍ですね。これだとまあ2センチちょっとかな。なのでもうちょっとかな、このぐらい、まああんまり極端に長くはしない方がいいですね。ただ短くてもカルスが走ってつながっちゃう場合があるので、治っちゃうんですね。肝心なのはここの木質部のよく見るとねつるんとしたところ、皮がむけただけのところ、でそこをもう一つ削るとこういう白くザラザラした面が出るんですね。できればねそこまで取ってもらいたい。なるほど。なぜかというとさっき言ったカルスが走ってつながっちゃう場合にこのつるんとしてツルツルだと走りやすいんですね。ただこれあんまり深くやりすぎちゃうと水を吸ってくれる部分がなくなっちゃうので、これはあくまでも本当に一皮内側まで剥くだけの感じ。ここでこの上の面の今ノコギリとかでザラザラした傷口をきれいにしてあげるんだけど、ノコギリだからザラザラじゃないですか。それを口をきれいに取ってあげる。でこう全体一周こう取ってあげるんですけど、そしたらここのほんのちょっとだけきれいにしてあげる。でよくね、ここ全体をねガッてやる人いますね。こうやって磨き込む人いるんですよ。います。これはねあんまり意味がないっていうか逆効果であまり良くない。そうですか。なぜかというとさっきせっかくツルツルしたところをカルスが走らないように、わざとツルツルした面を取ったじゃないですか。これをまたねきれいに成形しちゃうと傷巻きでこう走りやすくなっちゃうんですよ。
あ、逆にですか。そうつるんとしてると。だから逆にうちはこの上の根っこが出る部分の傷口はきれいに成形をしてあげるんだけども、あえてこっちはツルツルにしない。ここに発根剤をつける人もいます。はい、僕つけますね、いつも。ルートンだとか、ああいうのをつける人もいます。うちはつけたことないです。あ、そうなんですか。まあつけちゃダメじゃないですよ。つけたらつけたないのことはあるのかもしれないですけど、うちはあまりやったのとやってないのの効果がよく分からなかったので、まあつけなくても成功率は変わらなかった。変わらないですね。成功率というよりね、発根率がもしかしたら変わるのかもしれないけど、なんかみんな当たり前のようにあれ、でもやる方が多いから、やるに越したことはないんですよ。ただやったからってどうなのかっていうところがちょっとうちの経験上はよくわからない。この傷口の1センチぐらい上ぐらいにこう網の先をしたいんですよ。1センチぐらい上が網の先端にしたいんですね。あまりここが深すぎてもね、上根が出ちゃったりするので、このぐらいにしたいんですけど、まあだいたいこの辺なんですけど、さっきも斜めにこれするじゃないですか。なんでちょっと網の底を斜めにカットしたいので、ちょっとその分ちょっと多めにまずは余裕持たせて取って、そこが斜めになって、まあちょっとこういうふうにした時にこうなる感じ。この角度ね、合わせてで切るんだ。すげえ。これをこういうふうにしちゃうと、さっき言った根っこの出がずれちゃうので、そういうふうに止めるようなんですね、ネット。そう、ただ普通に止めるだけ。これは逆にあんまりこれをねがっつりやっちゃうと秋に外す時外しづらいから。なるほど。この網はそんなにがっつり固定しなくてもずれなくなっちゃいます。あ、そうですか。土の重みで、そう長い土全部入っちゃうんで。これ固定するわけじゃないんだ。でここに入れる土なんですけど、うちはみじん抜いてない赤土と燻炭、みじん抜いてないのでベタついちゃうので、燻炭ってもみ殻の炭にしたやつを混ぜてます。でそこに半分弱ぐらいのバーミキュライト。これは保水です。やっぱ網弾で乾きやすいので、たまたまうちはこの赤土っていうのが手に入るので、赤玉じゃなく赤土なんだけども、赤玉を使う人はこのバーミキュライトの量をちょっと多くしてあげて。赤玉っていうのはね、赤土を加工したもの、玉に粒にしたもの、で赤土っていうのは要はこの関東ローム層の赤土なんだけど、玉になってないからべちゃっとした粘土のようになっちゃうんで、燻炭を混ぜて水はけですか。水はけとかぐちゃぐちゃにならないように。で燻炭とかはまあそれは混ぜても混ぜなくてもどちらでも大丈夫。バーミキュライトだけでもいい。でここに水苔とかピートモスとかやる人もいるんだけど、それよりも扱いがしやすい。土状だから、混ざりやすいし、大きい木の根元を取り木する人ってのはこういうやり方よくやるんですよ。で普通の人はさ、どっちかっていうと最近は大きい木の頭を商品だとかミニに作り変えるような人たちがよく取り木をするので、そうするとどうしてもここで取るからキャンディー状のやつが一般的になってきちゃうのね。これが傷口でしょ。
ここが切ったところ、そこより上1、2センチ上ぐらいのところに土が来るようにして、あまりそれ以上上にするとやっぱ上根が出ちゃったりする。上根が出たりね、まあこの木の場合出るかどうかわかんないけど、上根が出たりね、このね下の枝が埋まっちゃったりね、いろいろあるので、でまあ1、2センチにしてこの上に水苔なり山苔なりをするので、まあ軽く転圧してこういう状態になって、山苔ですか？山苔、これまあ、別にこれ水苔でもいいです。これあるだけでも水ジャブジャブやられて安心です。もう全然じょうろで水かけちゃっても、飛ばないので、どうしてもねこう柔らかい土だから、こっちからいつもやってるとこっち寄っちゃったりね、で知らないうちにねこの傷口がね出ちゃったりするんですよ。あらら、そっかそっか。でどうしても上が薄いから表土が薄いんで、上から乾くと全体は乾いてないんだけども、その傷口の部分が乾いちゃったりするので、その保護にもなるし、うちはこういうふうにやった後、通常の盆栽の水やりと同じペースでしかやらないです。楽ですね、その点で言うと。ここでも山苔でもできるんですね。これたまたま残ってた使いかけがあったんで山苔にしたけど、これ全然水苔でいいです。水苔でいいんですね。で今山苔の方が手に入りづらいしね。水苔はほらホームセンターとかいっぱい売ってますね。どこでも売ってるんで、完成。これはこの9月にはもうやっぱりこう根はもう出てるという前提で、そうですね。これを外してほぐす作業が今度あるということになりますね。そうですね。これを一回もう一度こう外して、この木が完成した時にはこの木を入れたい鉢っていうのはやっぱりこのぐらいの鉢に入れたいじゃないですか。そうですね。そうすると根っていうのはそこから半分ぐらいまでの根に収めたいわけですよ。それ以上長く切って最初の素焼きとかにでも植え付けちゃうと、完成鉢このぐらいのに入れたいのに入んなくなっちゃうわけですよね。そうするとまたね強い根まで切り戻さなきゃいけない。木には負担ですね。でも二度掛けっていうのはまだ下からつながってる状態で切り戻してあげるんで、ちょっと通常切り離した時に詰める根よりも短く切れるんですよ。根の量も出やすくなるんだけども、それよりも何て言ってもその小さい根に収められる。根が短くても本数があれば同じじゃないですか。なるべくコンパクトな根を作りたいので、二度掛けっていうのはその点でも有効なんですよね。ということはこの木は9月に1回その作業をしたらもう一度またこの状態に戻すんですね。そうです。まるっきりこれと同じ状態戻して、でなぜこの土でやってるかっていうと、水苔でやるとそのほぐしができないんですよ。9月に、根を傷めちゃうから、なので土だとこのまんまほぐして、網だから脇に出た根はここから飛び出して枯れるんですよ。そうですね。空気に触れてね。で内側のからまた追い根をするんですよ。先端が枯れちゃうんで、脇からも根が出るね。あって網がいい。ただここで枯れたのはここまで切り戻しちゃうからあまり関係ないんだけども、根が一本が走らないんですよね。こういうことですか。走ると一本がずっと成長していっちゃうんだけど、止められちゃうから仕方ないから次の根が成長してっていう効果もあって、網はじゃあいいですね。ただ下に行っちゃうのもあるので、一回9月に全部その下の根を切っちゃってあげると脇根だけになるじゃないですか。でその脇根だけが一生懸命伸びてくれて、でまたこういう根だから脇へ伸びてきて、またここで当たって枯れるので、走り根ができない。その辺もねすごくね、この二度掛けっていうとか網掛けっていうのは有効ですよね。そうですよね。もう最終的にこの木がじゃあここから分離して一つの盆栽として鉢に上がるのは来年の今頃3月3月頃、1年後になるっていうことですね。そこまで
取りたいですね、この木は。そうだねはい。途中で枯れないのを祈って。頑張ります。これ枯れたらダメだよ。頑張ります。まあでもね、やっぱり何でもリスクあるからこれはしょうがないんだけど、普通に水の管理は普通で全然大丈夫です。わかりました。このままもうじゃあ水をあげて、じゃあちょっと今水あげてますね。なんかすごくいいサイズ感になってる感じするけどね。で、土埋まってるのがほぼほぼ1、2センチじゃないですか。だからこの上に見えてるのがなんとなく出来上がった時の姿でもあるよね。そうですね。ということで、まあ一通りの作業はこれで終わったということで、まあ時間かけてじっくりこういろんなサイズ自分で作っていったりとか、まあ好きなところをこう取るっていうのが取り木の魅力っていうところですね。で、この木はまあ最終的に30センチぐらいの木になるような取り木を今しましたけど、一番取り木が有効なサイズっていうのはミニとか商品の人たちなんだけども、どうしても商品の原木を最初からきっちりと作り込んでいくっていうのは難しいんですよ。まあ作る方法としてはこうね、伸ばした立て替え切って立て替えて切ってっていうのを繰り返していきながら太ずんぐりの木を作るとかっていう方法は商品ではポピュラーなんですけど、やっぱり畑で特にこういう接ぎ木苗っていうのはすごく成長が早いので、接ぎ木苗をこういう畑で作った原木っていうのは結構成長が早くて、こういう枝ができるんですよ。これ楓でも普通のもみじでもね。でその頭を取り木するっていうのがやっぱり早く作る方法としてはベストなので。ベストなんですね。取り木が自由にじゃあできるようになってくると、いろいろ楽しいですね。幅広がりますよね。ですよね。シシラって挿し木もつくんだけど、挿し木でついたやつっていうのは徒長し出すまでにすごく時間かかるんですよ。何年かかって、挿してついて移植してそのまんまつぐんでいて、2年目3年目でやっと徒長し始めて、それから太るんだけど、太るにしても台がヤマモミジの樹勢の強い台の根っこじゃないから成長も遅い。じゃあ全然こっちと違うじゃないですか。同じこの木をね挿し木で作ろうと思ったら3倍年数かかる。そうなんだ。また夏越えて9月の頭がいいね。頭ですか。またその時お願いします。はい。今日はありがとうございました。お忙しい中。ありがとうございます。